投稿した間取り風レイアウトがありがたいことに好評だったので、第2弾ということで和風な間取り風レイアウトの作り方を解説します。ご視聴してくださった方や実際に作ってくださった方、ありがとうございます。前回のおさらいをしつつ和風ならではのコツをお話ししていきます。それでは早速見ていきましょう。はじめに前回のおさらいです。この3つを押さえればおしゃれに作れます。和風な間取り風レイアウトのコツはこの3つの中でも2のラグの使い方が何よりも重要です。実際に作りながらなぜ重要なのか説明していきますね。はじめに部屋の概要です。部屋の大きさは最大です。窓はなし、エントランスは真ん中。明るさは白で最大の明るさ。環境音はなしです。壁紙と床の概要です。前回壁紙は重要ではないとは言いましたが、ルームツアーをする方なら壁紙にこだわるのもおすすめです。今回の間取りはこんな感じです。和風な部屋の特徴としては、各部屋につながる長い廊下があることですね。居間に押し入れがあるのも特徴です。まずはお風呂から作っていきます。和風な家具は上から見た時にこれぞ和風という家具が意外と少ないんですよね。強いて言うならものすごく特徴的な家具以外は洋も和も感じないんですよね。そんな時にはラグの使い方だけで洋風な家具にも和風に見えたりします。お風呂場に敷いている竹の敷物、これも和風な雰囲気を出す役割をしてくれています。ラタン風なマイレザをお持ちの方はそのマイレザを敷いても雰囲気が出ると思います。なるべくウッド系の家具を使うと和風っぽさも出せます。今から洋風な家具を置くんですけど、上から見るだけなら意外と馴染みますよ。豪華な洗面台も意外と馴染んでいますね。ここに仕切り壁と柱を立てて部屋を区切ります。正面の壁を飾ります。後でルームツアーをするので壁にも一応飾っておきます。天井家具ののれんは優秀アイテムです。部屋の区切りをそれとなくしてくれるので、仕切り壁や柱が置けないところや通りたい場所などの区切りに最適です。廊下を作ります。ここにトイレを作ります。囲った場所に仕切り壁と柱を置きます。仕切り壁を使うには狭すぎる微妙な壁は柱で作ります。少し古めの家を想定しているのでトイレに下駄を置きます。トイレの玉砂利の床が昔の日本のトイレって感じがしますね。これでトイレの完成です。ここに1畳の畳を敷きます。1畳の畳もかなり優秀なラグです。これがあるだけで和風になりますからね。ここを押し入れにしたいので、このように仕切り壁と柱を立てていきます。押し入れの一番北側になぜ柱を置くかというと、押し入れに窓がついていない方が一般的だからです。仕切り壁だけで壁を作れないときはどんどん柱を使っていきます。居間を飾り付けます。これでほぼラグを敷き終わったのですが、和風なラグを選んでいるので部屋全体が和な雰囲気になっていますね。これがもし洋風なラグだったらこんな風になります。同じ間取りで同じ家具を使っているのに和風な感じがかなり消えて、少し時代が現代に近づいたようなおばあちゃん家みたいな感じになりましたね。これはこれでありですが、和風を強調したいときはやはり和風なラグですね。それだけ間取り風レイアウトにはラグが重要なんです。桜の季節ではないのですが、和の雰囲気を出すために桜を置いています。できる限り和風な家具を使っているのですが、上からのアングルだと和風かどうか分かりづらいですね。この竹の弁当箱可愛くてかなり好きなんですよね。おにぎりとか卵焼きとか美味しそう。押し入れを飾り付けます。押し入れは押し入れらしく、布団や座布団など昼間にはあまり出さないものやお客さんが来ないと出さないようなものを置いていきます。押し入れはカテゴリーに縛られず、いろいろなものを詰め込むといいと思います。上から見た時にごちゃっとしている方がリアルさが出ますね。
和風な照明を飾ります。和風な照明は少し幅があるので置きすぎ注意ですね。これで居間と押し入れが完了です。ここに廊下を作ります。日本の昔ながらの大きな家は細長い廊下があるので、ここでも作ります。部屋を囲むように廊下も作りたかったですね。このように柱と仕切り壁を立てます。小さい居間を作っていきます。この小さな居間も和風っぽいんですよね。洋風な家ならここを寝室や書斎にしたと思います。和風な家は机とかを隅にしてお布団を敷いて寝たりするので、寝室は必ず必要ではないとは思います。寝室があったらお金持ち、もしくは家がめちゃくちゃ大きいのかもしれないですね。小さな居間が作り終わったので、次は台所と玄関を飾ります。台所は昔ながらのこういう感じの靴を履き替えるスタイルにします。さつきとメイの家をいつか再現してみたいですね。多分全部は再現できないので、何かのシーンの一部だけだと思います。台所と玄関を区切ります。ここも仕切り壁だけだと長さが足りないので、柱を2本立てて長さ出しをします。木製の柱は角がまるっとしているので綺麗な壁にはなりませんが、和風な部屋だとこれ以外に合う柱がないんですよね。ドライフラワーは乾物の代用です。台所と玄関に裸電球を飾ります。これで完成です。和風な間取りはとにかくラグが重要なので、そこさえ気をつけていればなんとかなりますね。和風な間取り風レイアウトのやり方はいかがだったでしょうか。3つのポイントの中でもラグの使い方がとても重要でしたね。和風の間取り風の部屋を作ってみたいと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。今回のおまけはさっき作成した部屋のルームツアーです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。